メキシコ・バハカリフォルニア。日本から遠く離れたこの地でマグロをさばく日本人がいる。Lomo, vamos a comer. 佐藤大地。メキシコでマグロ屋を始めて10年の月日が経っている。約50だね。あ、これ下にさ、そう絶対これやった方がいいでしょ。今となってはマグロだけにとどまらず、日本から魚の輸入や寿司屋を経営し、メキシコでも一目置かれる存在となっている。一軒ずつ手売りで歩き回りマグロを売っていたと佐藤は当時を振り返るが、言葉も文化も違うこの国でなぜマグロに目をつけたのか。日本のマグロの養殖会社がエンセナーダにはい10年以上前があって、はいでそこでの販売がほとんどがはい日本向けおーとアメリカ向けだったのね、はいでメキシコ向けっていうのが国内販売が全然なくて、は傷物のマグロはいを安く買い叩いてはい売れるとか、そんな程度だったの昔は。はいでそれをちゃんとメキシコの経済伸びるってもう予想を踏んでたから、その頃から、はいでそのマグロの養殖会社に勤めてる友達だったり、はい日本から来てるマグロのバイヤーとしてる友達なんかに言われて、はこれからこう多分メキシコ市場、これで伸びないかなみたいな感じで、で、最初は自分そこまでマグロ屋になるとは思ってなかったんだけど、はいその傷物のマグロを、はいブロックにして歩いて営業したり、はいいろんなところ行って営業したり全部売れたんだよね。へそれーで、はそういうのがきっかけで始まってったって言ったんだね。はいでもそれがずっと続いてる状態で、歩き回って売ってる時は、バハに限らずいろんなとこ見てティフたんですか。ァナ、エンセナーダはもちろんはい全部行ったし、はいメキシコシティ、はいメキシコシティメインで行ってたね、ほぼ。おーやっぱ首都で中心だからさ、はいまずはメキシコシティと思って。はいで、ありがたいことに日本人の、はいお客さんなんかが、はい買ってくれるようになって、はいで今でもずっと商売のつながりでずっとつながってるけど、はいまだつながってるし、はいすごいいい関係ではある。お皆さんのおかげですごい助かってるというか、続けさせてもらえるのは感謝しかないよね。佐藤はアメリカ・サンディエゴの国境から1時間半南に下がった町で寿司屋を営んでいる。今日はそこでマグロの解体ショーが行われる。Vamos a cortar ahí, donde está, donde está la planta. Yo creo que hay gente que prefiere sentarse, tal vez. スペイン語を流暢に話せるようになったのも留学時代に自分の専攻した学科で周りにラテン系の人が多いことで自然と身についた。何がやってて一番難しいとかってある？勝手が違うって言えばそれまでだけど、はい僕の場合海外なくなっちゃってるから、適当なところとかはもうだいぶ慣れてる。もう普通にきっちり行く方が珍しいって思ってるから、もうなんだろう、常に2つ3つぐらいなんかこうなったらこうかなイメージを持っておかないと、絶望することになるから、思い通りにいかないっていうので、うまくいったらラッキーじゃん、それがもう確実に日本だと当たり前っていう、そうですよね。バスは時間通りに来るし、電車も来るし、約束したらみんな大体来るし、こっちはそれがないからさ、ある程度、その辺は上下するだろうなとか、ブレはあるから確実に、そこはもう慣れというか、
うまく話していくしかないよね。どうその商売進めていくかっていう内容がちゃんと充実してないと、結局ね、形ばっかり戻ってても関係ないじゃない、結局は。で外人とかとやっぱやり取りするときって、もうはっきりイエスの、つけることと要点まとめて分かりやすく自分の思い伝えたりとかすることが一番大切っていうのは、そういう部分はかなりあるから、こっちは。あんまり回りくどい言い方、日本ってちょっと形式にこだわりすぎて、回りくどい表現が多くなっちゃったりするから、日本語で考えちゃうといろいろ難しいところあるけど、こっちは結構ストレートに言ってるから、日本の方もなるべくそうするようにしてる。自分の場合はもうアメリカに留学してて、こっち行ったり来たりした部分もあるから、要領も分かってたし、むしろこっちでいろいろやりたいなとか、そういう思いも強かったから昔から、だから全然苦じゃないというか、楽しみながら全部やってるんで、嫌だなって思うこともあるけど小さいから、それで諦めて全部投げ出しちゃったら、もうそれでもゲームオーバーなんでね。全然大してめちゃくちゃ嫌だったことっていうのはもしかしたらあんまりないかも。結構ポジティブに考えてるからですべて、嫌なことはもしかしたらその場面であるけど、それ引きずっちゃうと引っ張られるから、そういうのなるべくあんま考えないようにしてる。その嫌なことあってもお酒やお米など日本の味を知ってもらうことを大切にしているが、メニューを見ているとメキシコ人の口に合わせたテイストにしている料理も多くある。日本の魚を使ったり握り寿司がある一方で、クリームチーズやアボカドを使ったロールも存在する。こだわりすぎても現地の人に受け入れられなかったら意味がないと佐藤は強調する。ただマグロを売るだけではない、解体ショーも得意とする一つだ。若い頃に海を渡ってどこでその技術を身につけたのか。昔マグロのパッキングやってた工場に、必ず傷物のマグロとかさ、アザラシに噛まれてもう売り物にならないようなマグロいっぱいあったの。それ全部、自分でおろさせてもらってたの。練習がてら。それでできるようになったかな。そうなんですね。じゃあなんか日本のその市場でもう売り物にならない魚をこうもらってきてみたいな、それでこう修行するみたいな。そんな感じ。面白い。すごい。Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hacer Kaitai Show, se dice ronqueo. Y cuando, bueno, ustedes tienen boletos rojos, no los tiren. Esa es una rifa de una botella de sake. No. Bueno, empezamos. ¿Esa es cabeza? Aquí esta parte se llama kamatoro, es muy preciado del atún. Aquí es parte más grasa también. Y esta parte aquí, como puede ver aquí, cachete.
cortamos ahora a la parte de panza. La panza, paso toro.何より子供たちに楽しんでもらうことが一番だという佐藤。その狙いは大成功のようだ。これからキッズたちの寿司クラスが始まります。子供たちじゃあみんなでロールを作る。僕もそのお手伝いをさせてもらった。Alright, now you get to try it. Yeah, this is soy sauce. Put use the brush to soy sauce on top. And now, yeah. How was it? Good? Yeah. Oh, thank you. Oh yeah? Okay. Tipai? Oh, another one. Ah, okay. Ah, good. Todo es dietético. Todo es dietético.あった。食べてごらん。これ揚げるからやった。おうまい。おーい。やったね、イエーイ。イエーイ。Por acá.
れ様です。何回かここでロン毛を自体やったことあるんですか？1回あるんですか？前に1回。でもその時ってやっぱオープンしてからだからまだ店の知名度とかもないじゃないですか。全然ない。お客さんとかってそれでも来たんですか？来てた。へえ。今日ぐらい来てたよ。あ、そうなんですね。もうちょい人来てたな、でも前回。今回は一気に最初バー来たけど、はい終わっちゃって、前回はもっとはいダラダラいた気がする。へえ。飲んでる感じがはい。大地さんの中でこう今のマグロ屋とかそういうのをやってて、こうやりがいとかこう動力の原点とかってなんかこれっていうものあったりするんですか？まあ人とつながっていくのも面白いし、はい。あとまあなんだろうな、少しずつだけど、はいやっぱりステージがさ、はい変わってきてるなっていう実感があって、はい。最初やっぱ始めた頃とかも全然誰も知らないしさ、はい。ちょっと売れたらめちゃくちゃ嬉しいとかあったんだけど、はい。やっぱ始めた頃と比べて全然はい。ステージが変わってきてるかなっていう感じがして、まあ少しずつだけど伸びに来てるっていう実感があるから、はい。それがやっぱ一番嬉しいし、あとレストランとかでもそうだと思うけど、はい美味しかったとか言われると嬉しいじゃん。嬉しいですね。一番僕らとしては嬉しいことです。だからそういういい魚ありがとうとか言われたりとかさ、はい。するとやっぱ続けてやっていかないといけないなとは思うよね。ビジネス始めた当時って生魚の文化がそこまでまだあるあ、なかったなかった。10 El 年前 número は、 marcado no está disponible. 大トロなんか全く売れなかったし、はい。ウニなんかも全然出なかったよ。あ逆だったよ、今と。昔もう赤身しか売れなくて。はい。で、大トロいつも余っててどうしようって言ってたもん。へえ。で、こう年々どんどん増えていったみたいな感じなんですか？そう、もう今逆だからさ、はい大トロばっか売れて、はい。赤身が売れなく、赤身っていうか中トロが売れなくなっちゃったかな。中トロも売れないですね。うんへえ。中トロってやっぱ一番部位的に、はい今のこのメキシコのマグロから一番取れる部位だからさ、はすごい出るの。うんうんうん。でも全然出ないの。へえ。大トロが一番多くて、はい。赤身があって、はいで、中トロが余るって感じ、いつも。最近。へえ。背も全然ってことはないけど、はい。売れる数が逆転した、10年前と。もう日本食ブーム、やっぱりあるんだと思う。やっぱ腹が売れるっていう理由は。はい。おろしてるところは基本的にやっぱそういう日本食レストランみたいな感じが主で、他のとこにもおろしてるんですか？あるある。うん。日本食が6、7割で、あとは、そう、イタリアとかメキシコとか、はい。フレンチとかあるよ。最初こそそれこそ日本食から始まって、うんどんどんこう口コミで広がってって、そうって感じですもんね。シェフの間だと、ほら、はいどこの、ディストリビューターいいとか、いろいろ情報交換するでしょ、きっと。はい。はい。でその時に、うちらの名前あげてくれたりとかしてる人がいたりとかすると、はい。問い合わせ来たりとかするパターン多いかな。そうなんですね。うん。へえ。ありがとうございます。出る杭を打つような同調圧力がまだ根強く、お互いの可能性を狭めてしまっている部分があると感じる。目先の利益にとらわれず、大きな視点で物事を見ていくことが大切。メキシコで奮闘する佐藤は、日本の明るい未来を作っていきたいと強調していた。